今日はビーガンディナーを作るということで、早速取り掛かっていきたいと思います。まずビーガンマヨを作っていこうと思います。豆腐です。まず豆腐を電子レンジでチンしていくんですけれども、このビーガンマヨはすごく美味しいだけではなくて少量に作れるので、パッと作って、2、3回で使い切りたい時とかにすごく便利なので、2分加熱します。でその間に他のものを合わせちゃうんですけど、まずオリーブオイルですね。オリーブオイル大さじ2、マスタード小さじ1入れます。レモンはだいたい小さじ1ぐらい入れます。あと米酢も小さじ2入れます。あと塩を少々入れます。で電子レンジした豆腐を入れていくんですけど、これ電子レンジすることによって水切りができるのでおすすめの方法です。熱いのでね、気をつけてくださいね。で作った直後はちょっとまだ緩いので、これ冷蔵庫に入れて冷やすともったりしてくるので、冷蔵庫にとりあえず入れておきます。次に玉ねぎドレッシングを作っていきたいと思います。玉ねぎドレッシングっていうのは本当に刻んだ玉ねぎを塩麹とレモン汁とオリーブオイルでマリネしただけのものなんですけど、すごい万能ドレッシングで何にでも使えるので、私はだいたいちょっと多めに作っておいて冷蔵庫に入れて常備しています。玉ねぎは水にさらすといろんな栄養素が逃げていっちゃうんですけど、でマリネにしておくと癖がなくなってすごく食べやすくなるので、サラダに普通に入れてもいいですし、ちょっとした和え物とか本当にすごく重宝してくれるのでおすすめです。刻んだ玉ねぎにレモン汁を、絞っていきます。で家でビーガンをしてるというと「何食べてるの？」って言われることが多いんですけど、結構いろんなものを食べていて、野菜は本当にすごい量の野菜を食べるので、今日は5品ぐらい作ろうかなと思ってるんですけど、だいたいいつもディナーは5品6品ぐらい小さいものをちょこちょこっと作るんですけど、なので今回届いた野菜も多分ほとんど1食とか2食で使い切ってしまいます。でこれ塩麹ですね。自家製で作ってる塩麹です。次にちょっとした煮物のようなものを作ろうと思います。煮物といっても鍋に材料を入れて火をつけるだけなんですけど、今回ちょっと入ってた野菜の中でこれが何の葉っぱですかね、ちょっとわからないんですけど、煮たら美味しそうなので煮てみようと思います。冷蔵庫に置いてあった、厚揚げですね。厚揚げを入れていきます。厚揚げはすごい大好きな食材の中の一つで、スーパーに行くと大体買ってしまうので、いつも冷蔵庫にあるような感じです。これをもうそのまま入れちゃいます。でこのストーブは
無水調理ができるので、水を加えないでもこういう野菜からすごくいっぱい水が出て、それで調理してくれるので、今結構お鍋いっぱいなんですけど、もうすごいかさが減るので。あとネギを加えます。生姜入れます。でまた味付けは塩麹なんですけど、本当に塩麹のみで、あとはだしとかも入れないですね。本当に野菜の旨味が出てきて、野菜の水分だけで調理するので、あと厚揚げが結構、油がありますし、味を出してくれるので、味付けはほんと塩麹のみです。でストーブを使う時はまず中火にして、で湯気が出てきたら弱火に切り替えます。炒め物をささっと作ります。これ冷凍庫の中に保存してある自家製のtempehなんですけど、これをまずちょっと解凍して、で炒め物に使います。このパプリカとあとズッキーニを入れようと思います。で解凍する時に火を通しすぎないように気をつけてください。お米の油で炒めていきます。ちょっとテンペをカリッとさせたいので、まずはテンペを入れて弱火で始めていきます。で結構テンペが油を吸ってしまうので、本気で焼き色をつけようと思うと揚げるくらい油を使わなきゃいけないので、今回はちょっと軽めにカリッとさせるぐらいにしておきます。でテンペは作るのに時間はかかるんですけど、いっぺんにたくさん作ることができるので、冷凍保存しておくと使いたい時に使えるので、すごく便利です。ちょっとまだ湯気が出てきてないんですけど、湯気出てきましたね。弱火にして10分間煮込んでいきます。もう生姜とネギのすごいいい香りがしてます。で今日の炒め物の味付けは、簡単に塩昆布を使いたいと思います。塩昆布は塩に昆布の旨味が入ってますし、あと海藻とかってなかなか一日の中で食べようと思っても忘れちゃったりとかするので、そういう時は塩昆布をちょっとご飯にかけるとか、ちょっとサラダにかけるとか、こういう味付けにも使えるので、常備しておくとすごく重宝します。ちょっと蓋をして蒸らしていきます。あとは今日は、ビーツが入ってたので、ビーツとじゃがいものなんていうんですかね、炒め物でもないな、和え物みたいなのを作りたいと思います。ビーツは日本人には馴染みの薄い野菜ですかね。オーブンとかでローストして、サラダにしたりとか、ホットサラダですね。あと、薄く切って千切りにしてサラダにしても、生のまでサラダにしても美味しいですし、あとはもちろんボルシチみたいなちょっとシチューにしても美味しいですね。これはもう完成ですね。
蓋をしておくと余熱でまたちょっと火が通って野菜が柔らかくなるので、ズッキーニもパプリカも生で食べられる野菜なので、あんまりこうくたっとしてるのが好きじゃないっていう場合は蓋をしないでそのまま置いておいてもいいと思います。でビーツはなんていうんですか、スティック状に切っていきます。でじゃがいもも同じようにスティック状に切っていきます。もう一個入れようか。で皮も剥いてもいいんですけど、一応オーガニックの野菜なので、皮にも栄養があるので、あまり気にならなければそのまま使ってみてください。オリーブオイルを少し入れます。であと塩、胡椒、洋風きんぴらみたいな感じですかね。お鍋を使わないでできるのですごく簡単で、ちょっと一品足したいなっていう時とかにすごいいいです。こうやって全部入れてシャカシャカシャカってして混ぜて、火を止めます。でこれもまた余熱で味が染み込んでいくので、そのままちょっと置いておきます。でこれは、電子レンジでどれくらいかな、とりあえず4分ぐらい加熱します。あとね、お味噌汁を作ります。2カップ半、2カップ半で、だし用意してあればいいんですけど、いつもあるわけじゃないと思うので、私は結構この昆布だし、粉末の昆布だしを、使っちゃいます。本物のだしの方が美味しいんですけど、めんどくさいなという時とかあるので、ちょっと今日のお味噌汁はごま風味にしようかなと思うので、ごまをすって少し入れようかなと思います。すりつぶさないで取ると結構消化されないらしいので、そのままじゃなくてちょっとすりつぶして使うといいと思います。で入れて、あと練りごまもちょっとだけ入れようと思います。チェックします。もう火は通ってるので、これは出来上がりです。でお味噌汁の具は大根ときのことオクラを少しずつ入れたいと思います。そうだ、それで今日なんでビーガンディナーなのかっていうと、今まで結構一品のお料理の動画とかをアップしてるんですけど、一品できたのはそれはいいけど、全部ビーガンの、ディナーにしたいって言った時に、他のものはどうすればいいのっていう、お肉とかお魚に頼らずに全部野菜で作るっていうのをハードルに感じる方もいらっしゃるみたいなので、普段作ってるようなすごく簡単なパパッとできるものを今日は、ご紹介できればなと思って、で今日は、ディナーですね。一つ一つは本当簡単に作れるものなので、レシピっていうほどのものではないんですけど、
全部合わさって、ディナーになるっていう形ですね。このしめじとかもすごい大きくて美味しそうですよね。こんなに大きい。でオクラは最後にちょっと入れてもうさっと仕上げるっていう形にしようと思います。このオクラもなんか下立丸オクラって書いてあるんですけど、なんか普通のオクラとちょっと違う感じですね。あとは一番最初に作っておいたマヨネーズと玉ねぎドレッシングを使ってサラダを作っていきたいと思います。きゅうりと長芋とレタスとうちのトマトとアボカドは最近すごいハマってて結構必ず冷蔵庫にあります。ちょっと冷蔵庫で冷やしておきます。こんな風に切り込みを入れてからスプーンですくって出します。アボカド結構すぐ変色してしまうので、さっき作った玉ねぎドレッシングの中に入ってるレモン汁で色が変わらないように締めていきます。これさっきの玉ねぎドレッシングでもう結構味が馴染んでいい感じになってます。これを入れちゃいます。洋風にしないと思うんですけど、長芋ってでも洋風にしてあげてもこういうサラダとかはすごく合うので、手が荒れるというか手が痒くなるんですね。手が痒くなる。反対かな。でさらにこれに、さっき作ったマヨネーズを加えていきます。いい感じになってます。これを入れます。このマヨネーズはすごい気に入ってて、この間全然ベジタリアンとかじゃない父が来たんですけど、彼は普通のマヨネーズじゃないっていうことに気づかずに食べてましたね。全く気づかなかったです。味噌汁、お味噌を入れていきます。入れてで、最後にオクラを入れて火をつけて温めます。であとは盛り付けていきます。いただきます。See you next time.